えていただいてなんですけど、多分動画見ただけでできるようにならない気がする。もう一個じゃあいう時にこっち側に行こうとするとこの情報が相手に伝わって読まれるわけですよ。だから何やりたいかっていうといかに脳を騙すか、なのでこれうまく歩けるとこのまま歩いていくじゃないですか。こうやって入ってるんですよ。そうするとなんかちょっと圧迫感ないですか。全然違いますね。急にでかくなったって感じです。それでもし気持ち悪い。仮に持ってたとしたらこう歩いていくとずれてるので、だからこのまま入ってるんですか。これだけね、高木先生いろんな人と対峙しててね、こう気持ち悪さを感じるような近づき方なんですね。そうですね、なんかどうだろう、1.2、3倍の大きさに見える感じです、感覚としては。すごい、急にでかっ。嬉しい、そんな気持ち悪いんですね。やりにくいというか、なんか対比で見せてもらうとめっちゃ分かりやすかった。これも多分画面じゃ伝わりにくいんだろうな。多分これ伝わんのかなっていう。ただね、ただこう近づいてきてるようにしか見えない。多分横から見たら分かんないかもしれない。いや、分かんないんでしょうね、きっとね。ちょっと僕も見せてもらっていいですか。失礼します。この状態、反射的に見たら面白そう。この状態でこうやって普通はこれがこうずれてるんで、今大げさにこう説明してくれてます。そうです、微妙にこのぐらいね。で、これをさっきの倒すやつなんです。ここから。嫌だ。確かになんかね、スーッとこう急になんかね、ふわって大きくなるんで。いや、なんか嫌だ。なんか変態の人が急に近づいてきたみたいな、嫌だみたいな感じになりますね。でも同じような印象を受けた先生がいるんですよ。今その体の使い方はおそらく違うんですが、多分頬を使ってらっしゃるどうかどうかわかんないですよ。わからないですけども、誰だと思います？もう神戸先生コラボしてます。菊野先生。そうです。菊野先生のルルブの一発目と若干ちょっとかぶったんで、頭の中で急に殴りに来る人だ。そうです。菊野先生、僕は初めてルルブでコラボして、最初構えて始めの1分目ポッとそう思わず来ないでって手挙げたら、はいもらいましたみたいな。いきなりの開始早々入ってきて嫌だって手挙げちゃったキーンみたいな。確かにあれを若干さっきちょっとデジャビュだったんで、今聞かれた瞬間に多分っていうのはそうなんです。怖いんですよ。怖いなって入ると。僕も菊野先生に遊んでもらって、それされましたよ。一番初めバーッと入ってこられて嫌ですよね、あれね。嫌な会を使いました。それもなんか能面面で来るんですよ、菊野先生。ね、あれ怖いですよね。動画読めないんですよ。歩くって一番意外に怖いんですよね。そうなんですよ。特に僕らとか格闘家とかって構えるのが前提であって、構えた相手は怖くないんですけど、逆にある程度のレベル、もちろん構えて大きくなる選手もいるんですけど、でも構えない人の方がふーって近づかれた時になんていうかね、事前情報が僕の中にないというか、事前にそういう相手をしたことないんで、一瞬多分何していいか分かんなくてバグるんですよ。そうですよね。確かに歩くってやっぱり基本じゃないですか。なのでどう歩くかっていうのがやっぱり大事になってくる。これあれですよね。でもめちゃくちゃ微妙なやつを細かく指導されて練習したらできるようになってくるかもしれないですけど、ちょっと正直この教えていただいてなんですけど、多分動画見ただけでできるようにならない気がする。使えるかなこれ。今隣でずっと見てて、繊細だもん。すごくなんかちょっと遠目に見てる分にはただ歩いてるだけなんですよ。でもなんか説明されてることはね、繊細でやってるじゃないですか。だから難しいんじゃないかな、伝わらないんじゃないかな。頑張って僕も編集しながら伝えれるように工夫しようかなと思うんですけど、僕が体感してるから自分が体感したことは言葉にできるんであれなんですけど、ただ映像を見てこれで伝わるかって言ったらちょっと自信はないです。そしたらじゃあ
もう一個じゃあ前に進む時などでもこれみんなやってなかったと思うんですけど、相手がいて、こっち側に移動したい時なんですけど、こっち側に移動しようと思った時に構えた状態でこっち側に移動したいという時に、こっち側に行こうとするとこの情報が相手に伝わって読まれるわけですよ、だから自分としては気持ちですよ、イメージしたらもうこのままこういきたい、だから何やりたいかっていうと、いかに脳を騙すか、なので、気持ちはこうだと相手に伝えたいわけですよ、こういきたいんだっつって、でそれを、横にしたいのでこうなるのでギリギリに行きたいんですよ、うちは刃物を使うので、時にこれをこうだとぶつかるんで、これをこうするんですよと横に入る。いや、何言ってるのか分かんないですつまり違いが分からない。これをまっすぐ入ってカードを切り返すと割れるじゃないですか、だからこれをまっすぐ入るんじゃなくてこうやって入るんですよ。そうすると相手はギリギリまでまっすぐ来ると思うわけですよ、切り返すと割れるじゃないですか、こうやって入るんですよ。切り返すと割れるじゃないですか、こうやって入るんですよ。でそれが前足でそうなんですよ。足を歩くときに、これはさっきやった流水と同じなんですけど、つま先に従ってつま先の方向に従ってあるんです、だからこっちに曲がりたいと言ったらつま先の方向なんでこっちじゃないですか、つまりその練習をしてるとこっからこう変えたらこのままの方向に素直に従うのでこっちなんです、でも自分ではこっちに入ろうと思うんですよ。なるほど。そうすると相手から見たらこう入る情報が伝わるんですよ、で本当にそう思ってる、でも実際のカードはこっち側のあるいはその、方向を決めておくと分かりにくい、なるほど。自分のやろうとしてる意識と実際にやってる動きは別々に話してやってるんですね。手品と同じじゃないですか。そうなんですか。そうです別の、だってマジックは表面上何もやってないように見せながら裏でシークレットムーブっていうのをやるんですけど、その時はもうそれをやってるっていうのが先で伝わっちゃうんで、何やったか分かんないけど何かやったっていうのってすごくあるんで、そうできると理想的なんです。なるほど。だからこれ今振り返ってみるとホーケス先生がさっき言ってた蹴ろうと思ってないのに来ると怖いっていうのもそれですね。おそらくそれに近い。なるほど。こちらはあれですかね、運足隠す時にやるんですけど、一つの攻撃をめちゃくちゃ当ててやろうみたいな感じですっげえ意識してそればっか当てといてこっそり足の位置を変えたいのと似てるかもしれないですね。そうですか。意図的にやるんですね。だから練習方法としては別にうちのその流水という方法を使わなくてもいいのでつま先の方向に沿って歩く練習をするんですよ。でそれをすり込んでおけば考えなくても反射で動くじゃないですか。だからずらしても最初理屈だけ話すとこう例えば大げさにやってこうやってやると本来はこっちなんですけど前に行けっていうとこうなっちゃうんですよ。そうすると良くなくてもちろんバレるから、もうこの状態でやったとしたらもうこうもまっすぐこっちに行くんだったらこっち、そっち行くんだったらこっちってなっちゃうんだよ、じゃなくてこのつま先に沿って歩くのするともうバレない。で距離によってこれも大事なんですけど、ここら辺の距離だとしたらこうしたも沿ったのギリギリじゃないですか、そうですね。ポジションをこっちにしたりするじゃないですか、でこうしたりするじゃないですか、その時は大きく変えます。そうなりますよね。そうこうなりますよね。距離と入射角がそれ変わりますよね。そうです、そう木梨さんが言った通り、離れてたら分かりにくいんですよね、そうですね。入射角が小さくなっても結果大きく距離があるから動くことになりますよね。そうです、だから大きくなるほど。これがこうでも、
この程度でも、今のもこれあれですよね、つま先を動かすのかこっちを動かすのかでも変わってくるんじゃないですか。よく見てますね、そうです。相手の視線が左側に行ってる場合、視線とか意識がある時は、つま先を視点にしてかかとで変えるんですよ、そうすると動いてる中でそれやられるともうわからないです。いや見えないですね。で相手の視線がこっち側、どちらかっていうとこっち側に来てるな、っていう時はつま先で変えます、そうわからない。それいろんな動きをやってる中で小さい動きを入れられると分かんないんですよね。そっちを見ちゃうんで、人って大きい動き、マジックなんてそれ使いますけど。そうなんですね。そうなんですよ。僕が説明するときに、じゃあ今からやること見といてくださいって言うんですけど、僕がやること見といてください、手を動かしますんで、ね、じゃあ、はい、見えました、何やりました、そうすると、右手をこのように大きく円を描いたと、ですよね、でも多分僕がグーチョキパーってやったの誰も気づいてないですよね。取ってるマスを気づいたかい。もう一回いきましょうか。もう見れば分かりますよね。こうやって入って今はもうこっち見るんですけど、でも普通は大きい動きの方を見ちゃうんで、いきなりやられると全く分かんない。そうです。でそれを利用して例えばやるんです。なんか物を持ってる方を隠すのに大きい動きを使ったりとかっていうのがやるんですね。それと同じじゃないですか。なんかいろんな動きの中にやってて、でもそうです、ちょっと入れられるととても気づけないですよね。だからちょっとね、せこいですけど、そういうもんじゃないですか。もう格闘技もそうですけど、いかに相手に気づかれずに相手に嫌なことをするか、根性が悪い人しかいないっていう。これどうでした？これは分かりやすかったですか？いや、言ってもらわないとそもそもは気づかないんで、こっちに意識、要は相対してて足先なんか見てないので。ということは、さっきと比べるとこっちの方が動画で伝わりますかね？それは確かにそうです。よかったです。っていうか多分これ2本立てになると思うんです。そうです。ありがとうございます。大丈夫です。もう大丈夫ですか？もう一個入れますか？多分分けた方がいいかなと。一回締めさせて。はい、わかりました。はい。じゃあこれで一回締めます。はい。カンペがないですか。そうじゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ですね、ケーブルの運足、方法と運足ですね、お聞きしたんですけど、ちょっと頑張って皆さんに伝わるように僕なり編集しようかなと思うんですけど、でも正直技術なんていうんですかね、勝負に大切なのってめちゃくちゃ単純だけどすげえ細かいことだったりするんですよね。結局はなんで、正直、純度が高い人には嬉しい動画になるかなと。本当ですか？なんか分かりやすいなんかおーわーっていうのが好きな人にはもしかしたら地味だなと思うんですけど、基本的に僕のチャンネルは純度高い人しか見ないんで、十分大丈夫だと思います。ありがとうございます。キラさんから何かコメントをいただきたいなと。いやでも、こういうのもなんですけど、マジックと共通する部分がね、でもそうですよね。おっしゃってましたよね。あって、いや面白いなと思いました。前キラさんと僕がコラボをキラさんにお願いさせていただいた時とかはもうひたすらその人の錯覚とか人のその脳とか視覚の操作をされてる方だったので、もうめちゃくちゃそれが聞きたくしょうがなくてコラボ依頼をさせていただいた経緯があったので、やっぱ絶対もうそれに特化されてる人なんで、僕らよりも絶対知識持ってるし専門的な掘り下げてるかと思って初めの時のコラボをもうそればっか聞かせていただいて、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。キラさんとのコラボに関しては本当コアな人たち今めっちゃ面白かったっていう。気づいてもらえるとね、共通点をね。キラさんとあれですよ、菊野先生とやったじゃないですか、北川先生とか。あの時もマジック披露していただいて、もうこれ武術なんじゃないかって思うぐらいだったんですよ。もてあそばれてましたもん皆さん。いやもうもうね、纐纈先生のそのコラボを見てやっぱり
あれでしょうね、その共通点、武術との共通点を見出したのか、まあなんか喜んでいただいたのかわかんないんですけど、北川先生がそれを見て、はい、コラボしたい。ただまあ蓋を開けてみたらただ手品が見たいってだけだったんですけどね。まあ喜んでもらえて何よりだったんですけども、はい。共通点が見えて面白いです。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、最後の締めの言葉。はい、お願いします。はい。間違えたらすみません。いや、全然いいです。まあいいんです、いいんです。今日最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルではですね、毎週金曜18時に、強くなるために 100% 役立つ動画を毎週金曜18時、あれ同じこと言ってるわ。カットすればいいんですよ。そうだそうだ。そう。もういきます。チャンネルの内容が良かったらいいねボタンと、いいねボタンとチャンネル登録して、空手家動物と一緒に強くなりましょう。おっしどろもうしどろもいいと思います。大月先生の可愛い部分が出てますからね。これでファンがより増えて。試合に出る以上、相手が前に出てきた際に起こる接近戦は完全に避けることはできません。そこで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。